日本人と付き合ってるってことなので、日本人と付き合うとどんな感じかっていうのを聞いていいですか？最初の質問なんですけど、日本人の彼女、お兄さんいるっていうことで、その日本人の方とはどこで出会いましたか？私はハロートークっていう言語交換アプリ。最初は全然そういう恋愛の目的じゃなかったけど、連絡が向こうから先に来て、最初電話したりしながら日本語を勉強して、そこからちょっと仲良くなって、会ったり遊びに行ったり、何回か知ったからお互い好きっていう感情ができて付き合った感じ。ハロートーク知ってますよ。知ってますか？やったことないですけど、日本とか韓国だけじゃなくて、全世界的にみんな言語交換をしたい方は使ってるアプリ。日本人と付き合ってみて良かったなって思ったこととかってありますか？例えばたくさんお寿司作ってくれるとか。確かに料理を作ってくれたりするのは多いかもしれない。でもそれだけじゃなくて、私結構性格が大事だと思う人なんで、みんなはそうだとは思わないんだけど、日本人って基本的に優しいと思う。偏見かな？韓国人からよく日本人はみんな優しいっていう考えがあって、実際付き合ってみても本当そうなのかなっていう不安とかはあったけど、本当に付き合ってみたらすごい優しい。喧嘩とかも一回も知ったことない。今まで半年間付き合って優しい人。性格的に結構自分と合うんだなと思う。韓国の方とは付き合ったことありますか？あります。そしたら比べられますね。もちろん人によると思うけど、今まで付き合ってた彼女とはちょっと違うかも。性格的にも文化的にも国が違うから多分そうだと思うけど。10年間ぐらい日本語勉強してるってことだったじゃないですか。もともとずっと前から日本人の人と付き合いたいなっていうふうに思ったりしてましたか？正直日本語を勉強しながら日本人と付き合ってみたいっていうのはもちろんあっていつか日本に行って住むことになったら日本人と付き合いたいっていう希望はあって、でも韓国って結構有名なので、日本の方と付き合ってる日韓カップリって言うんですけど、日韓カップリが結構バズってて、インスタとか見たら付き合ってみたいそれはあったかな。逆にじゃあ次の質問なんですけど、日本と韓国って地理的にも近いので似てる部分があると思うんですけど、日本のこういった文化慣れないとか、日本人と付き合うときにちょっとこれ大変だなとか、そういったのってありますか？例えばよく聞くのは、日本にあるキムチって甘いって言われてて、さすがに甘い甘すぎ、これキムチって思ったりすることはたくさんある。ただの野菜って思います。いやー、これはキムチって言えない他の食べ物なのかって思って。でもそれってしょうがないと思うのが、日本人が好きな味と韓国人が好きな味って全然違う。たまに買って食べたりするので、自分も一回食べたことがあって、これ何って言ったら全然違う味がするキムチなんで、文化的に日本人が好きな味と韓国人が好きな味って全然違うので、そこから来る違いじゃないかな。それ以外、今、日本人の彼女と付き合ってる中で一番しんどいとは言わないけど、ちょっと合わないところっていうのは、礼儀。ご飯を食べる時の手をどうやって置くか、茶飯をどうやって持つか。日本でそれが正しいって思われてる行動が韓国ではやっちゃダメっていうことがある。で、いつか食堂とかでご飯2人で食べた時に、普通日本は茶碗持って箸とかでご飯食べたりするんだけど、韓国では持ち上げたらダメ。そういうところを結構何回か注意されたことがあって、なかなか直せないんで、それが深い回答ですね。ずっと日本で住むつもりだったら直した方がいいんじゃないみたいなこと言われて、今はちゃんと注意してるんだけど、なかなか難しい。ご飯食べるときはお皿を持つとか、日本だと食べるときに机に肘を置かないとか、あとなんかあるかな。例えば、ご飯食べるときにスプーンを使うんだったら、片手は机の下に置いたりしながら食べるんだけど、これも両手使わないとダメって言われて、何を持ったらいい？日本は食べるときに両手は必ず机の上に置きなさいっていうような、片手をこう机の下に置いたりするのはあんまり良くないって言われてるかな。あとお箸でお皿を引き寄せる、寄せ箸って言うんだけど、そういうのもあんまり良くない。それは韓国多分
一緒。差し箸とか、それも韓国ではやっちゃダメ。文化的に結構近い国だからあんまり変わらないと思ったけど、意外と真逆なところとかもいっぱいある。日本って例えば、あと、麺食べるときに、こう、スーって音出すじゃないですか。これは別に日本では行儀悪くないんですけど、韓国はどうですか？めっちゃ悪い。認識がやばい。本当に迷惑の範囲かな、それは。音を出したりする。逆に日本だとなんかいい行動ってまあ聞いたことあるんだけど、韓国でやっちゃ本当にダメ。日本って結構麺の食べ物多いから、だから麺すすって食べて、もう日本は大丈夫だけど、他の国ではこれがあんまり良くないっていう風になってるのは聞いたことあります。ご飯とか何かを食べるときに音を出すのは基本的には禁止。結構厳しい、それは。みんなから嫌われてる可能性は高い。なるほどね。じゃあ次の質問なんですけど、日本ってだいたい付き合うまでに3回ぐらいデートするんですね。あ聞いたことあります？あります、あります。お兄さん日本人と付き合ってるってことなんですけど、どうでした？これ本当に言いたいことたくさんあるけど、結構人を長く見るタイプなので、自分、今付き合ってる彼女とも、付き合う前まで10回ぐらい遊んで、多分、何回か言い回しだったとは思うけど、彼女から言われたことある。自分は1ヶ月以上、関係的に進まないんだったら、もうちょっと疲れて、やめたいとか。でも、後で気づいたけど、ちょっと遅かったなと思うけど、でも韓国人の中でももちろん3回とか結構早めに告白して付き合ったりする人もいる。けど、自分は結構長く人を見るタイプなんで、もっと人に対して付き合う前にちゃんと知りたいとかと思って、最初会って2ヶ月後に告白して付き合ってたけど、それもちょっと遅いってその後言われて、彼女はその時、この男何考えてるのとかなみたいなずっと思ってたらしくて、ちょっと恥ずかしかった。ですよね。日本人って付き合うまでにだいたい3回デートして付き合うって言うんですけど、他国に比べると早いですよね。ちょっと早い気はする。でも、今付き合ってる彼女とは10回って言ったけど、もう本当にほぼ毎週2回ぐらいあったから、期間的にはそんな長くなかったと思うけど、今考えば2ヶ月はちょっとありえないですね。ちなみに、韓国も何回かデート重ねたら男性が女性に好きだから付き合おうよっていうような告白をするような文化はあるんですか？もちろん。自分がちょっと長かったけど、ほとんど1ヶ月のうちで好きっていう感情があったら誘ったり、いい感じとかいい雰囲気になったら、ほとんど男性の方から告白。それは日本とあんま変わんない。今の話聞いたら3回目か4回目ぐらいのデートをしてる時に彼女さんからお兄さんに付き合おうよっていう風に言ってもよかったんじゃないかなと思いました。後で、なんで言ってくれなかったのって聞いてみたけど、本当に自分が何を考えてるのか全くわかんないから、行動できなかったってごめんしか言えない。なるほどね。まあ、それは難しそうだな。3回目のそういうルールがあるってことは、韓国でも結構有名なんだけど、でもみんな3回のうちで絶対告白するとは違いますよね。うん、そんなことはないと思います。逆にでも、1回目のデートとかで日本人って付き合ってくださいっていう風に告白する人もいたりするんで、人それぞれです。じゃあ次の質問なんですけど、視聴者、日本語学習者で日本人と付き合いたい韓国人だったり外国の方たくさんいると思うので、そういった方に対して日本人と付き合うときにはこうした方がいいよとか、例えば日本人と付き合いたかったらこういう風ないい出会い方があるよとか、なんか言いたいことありますかね？正直自分はアプリで出会ったけど、アプリを恋愛の目的として入れて使うのはちょっと反対。正直みんなそういう目的で使ってるとは思うけど、本当にいい人と出会いたいんだったら、アプリとかは最終手段みたいな。で、あと、本当に出会いがなかったら使ってみても経験としてはいいと思うけど、正直いい人と出会える可能性は低い。あと、日本人と付き合いたいんだったら連絡の問題。基本的に日本人は偏見かもしれないけど、連絡が遅い、返事が遅いっていうことがあって、自分の彼女は本当に早いけど、日本の方の中で連絡が一週で一回とか、一日で一回とかしてくれる人ももちろんいるんで、連絡
が来ないから焦ったりするのはちょっとやめた方がいいかな。不安になったりするのはやめた方がいいとは思う。あと、最近結構韓国人の中で日本人と付き合いたいって思う男性の方とか女性の方もいるんだけど、ちゃんと付き合いたいんだったら日本語ぐらいは勉強しといた方が絶対いい。外国人と付き合ってるのに自分と同じ国籍の方だと思わないでほしい。全然文化も違うのと、人としても別の人なんで、それもちゃんと尊重したり理解してほしい。私この前、日本人と付き合ってる韓国人の方と話したんですけど、その方も同じようなこと言ってて、日本人の方って結構連絡の返信遅いとか。自分が運が良かったかわかんないけど、今まで出会った友達とか彼女もそうだけど、自分より返事が早かったから、自分からは正直日本人が返事遅いとは思わないけど、友達の中で日本人の方と付き合ってる人の中で本当に2週で1回ぐらい連絡来ないとかもう人によるけど、それって全然おかしくないと思うんで、そんぐらいは理解してあげた方がいい。私も日本人の方と付き合ってる時、1週間に1回ぐらいしか返信しなかったんだよ。それって普通？いや、多分結構少ない方です。そうだ。日本人の中で返事が遅いってよく言われたりするけど、それって多分日本人は付き合って結構同棲するのが文化的におかしくないっていうことがあって、まあ同棲したら別に連絡する必要はないと思うから、それがあって多分連絡が遅いっていう偏見ができたかもしれない。韓国人はなかなか同棲するのが少ないから結婚前提で婚約とか知ったから同棲する人がほとんどだから、そういうところは文化的にちょっと違う。じゃあ最後の質問なんですけど、韓国語なまりで日本語を話せます？韓国の発音ですかね。例えば、私韓国語話せないんだ。日本人が英語話すとき、This is カメラとか言うじゃないですか。そんな感じで、日本語を韓国語なまりで、私例えば韓国人が話す英語ってなんとなくわかるんですよ。この英語韓国人なんだろうなって分かったりするんで、私聞いたことあるのが、ひらがなのつの発音をしづらいって聞いたのがあって、あと、餃子を餃子って餃子。言ったり、あるあるある。韓国語なまりの日本語私聞いてみたいんですよ。でもそれってわざと言おうとしたら出てくるかな。自分最初は勉強する時からずっと発音が結構大事なんだなと思って、日本人のイントネーションとかを真似したりしてたんで、韓国人が使ってる日本語。ありがとうございます。ござじゃなくてごちゃとか、こんにちはとか、こんだけど、ゴンって言ったり。こんにちはをゴンにちはって。釜山の人なんで、釜山の発音が強いから、韓国人が日本語をちょっとだけ話せる人の発音とか聞いたら結構面白くないですか？それ真似できない。自分からは。確かにもう日本語結構上手いから、わざと出てこない。なんか質問しますね。そしたら、じゃあ、日本に来る前はこう思ってたけど、実際日本に来てみたらこうだったみたいな。日本に来る前、日本人は毎日寿司を食べると思ったけど、実はみんなあんまり食べない。韓国人っぽいですか？全然日本人っぽいです。日本人、毎日寿司食べると思ったけど、本当は食べなかった。ちょっと韓国語っぽいです。頑張りました。日本語を学びたてのところはもうちょっと韓国語なまりに全然そういう感じです。機会があれば韓国人と出会ったら、その人に。聞いてみます。韓国人が発音しづらい音ってあります？つとか、ずとか、難しい。10とか、10とずの区別とか、韓国人はつができなくて、チューって言うんですよ。疲れたっていうのを、疲れた。そんな感じで日本語話してほしかったです。ちょっとわざとやりすぎ。でも全然わかるけどね、何言ってるか。てか見た目的にすぐわかりますね。お店とか行ったら韓国人と思われたりしないんですけど。服装と外見？服装韓国人っぽいなと思いました。なるほど。日本に住むときは日本人がどういう服を着るんだとか分析してそれ真似したりしたけど、今回は良好面接でちょっとだけ来たから、でもわかるんだ。すごい。この服装は日本人っぽいですか？
日本の方でよくランニングする方。街でずっと走ったりする方。まあ、すぐ日本人だと思いました。ちなみに私関西出身なんで、関西弁ちょっと言ってほしいです。関西弁話してもたら絶対みんな分からへんから、関西弁を話さんようにしてる感じやねんな。